こんにちは。この動画はアンリアルエンジン5用ダンジョン生成プラグイン、ダンジョンジェネレーターのチュートリアルの1回目です。全8回構成で使い方を解説していきます。ダンジョンジェネレーターは FAB で発売しています。どんなものか試したい方、機能を限定した体験版を GitHub で配布しています。ダンジョンジェネレーターはアンリアルエンジンのバージョン 5.1 以上に対応しています。このチュートリアルを学ぶことで、ランダム生成されるダンジョンをあなたのプロジェクトに組み込むことができるようになります。チュートリアルではファーストパーソンテンプレートを使用していますが、他のテンプレートでも使用できます。今回はダンジョン生成に必要なメッシュのルールを説明します。メッシュは山口 3DCG さんに作っていただきました。最初に床のメッシュから説明します。メッシュを原点に移動して構造をわかりやすくするため3面図にします。左上のウィンドウが上から見た図、左下が東側から見た図、右下が南側から見た図。水平方向は床の中心になるよう調整してください。そして垂直方向はメッシュの底が Z 軸0の位置になるようにしてください。底の面が Z 軸の0よりも低くなると下に配置される天井にめり込むことがあります。次に壁の説明です。壁は Y 軸方向、つまり南側が正面になります。壁の裏側が Y0 になるようにしてください。底面は Z0 に合わせてください。繰り返しになりますが、壁の正面は Y 足す側、壁の裏面と底面は原点からはみ出ないように。次は天井のメッシュです。このチュートリアルでは、グリッドサイズの3辺が400で進めています。水平方向は床の時と同様に中心に、垂直方向は天井の裏面が Z400 にしています。垂直のグリッドサイズ400からはみ出ると、上の階の床から天井が突き出てきます。床と天井が向かい合っていれば問題ありません。床を上の階の位置に移動してもめり込まないようにしてください。次にスロープのメッシュです。スロープは2グリッドで1グリッド登る特殊なメッシュです。スロープの正面1グリッドとその奥の1グリッド、スロープの水平方向の中心は正面側のグリッドの中心にしてください。床を並べて比較します。左上のウィンドウで床を2面並べています。スロープの正面は壁と同様 Y 足す方向、南側から見た時に正面にしてください。次は柱のメッシュです。柱も床と同様で、水平方向は柱の中心に合わせます。垂直方向は底面を Z0 に合わせます。次はフェンス付きの床です。この床は部屋の中の中2階部分に生成される床です。床と同じルールですが、フェンス部分を Y 足す方向に取り付けてください。通常の床と比較してみましょう。通常の床と違い、プレイヤーは中2階の床の裏側を見ることができます。繰り返しになりますが、フェンスは Y 足す方向の南側に作ってください。実際に中2階が生成された時の状態です。部屋の中のスロープと中2階の床は、側面や裏面がプレイヤーから見えます。フェンス付きのスロープのメッシュです。中2階の床と違い、こちらは両側にフェンスをつけてください。フェンスの位置は通常のスロープからはみ出ないようにしてください。この幅以上になると壁や柱にスロープがめり込む可能性があります。フェンス付きの床も同様にフェンス部分がグリッドからはみ出ないようにしてください。最後にドアのメッシュです。私のプロジェクトでは処理を簡略にするためシャッターにしてみました。シャッターは壁と同様に Y 足す方向、
南側を向くようにしてください。面の方向以外はゲームの都合に合わせても大丈夫です。私の場合は柱の厚み分だけシャッターを小さくしています。ダンジョン生成に必要なメッシュの説明は以上です。プラグイン内のコンテンツとして参考用のメッシュを用意しています。こちらは水平方向が400、垂直方向が300のメッシュになっています。使い方は、コンテンツブラウザを開いて、右側の設定アイコンをクリック、プラグインコンテンツを有効にします。プラグインフォルダを開きます。ダンジョンジェネレートのコンテンツを開きます。メッシュを開きます。フォルダ内にこれまで紹介してきたメッシュのサンプルがあるので、メッシュ作りの参考にしてください。今回はダンジョン生成に必要なメッシュの種類とルールについて説明しました。水平方向と垂直方向のグリッドサイズを決める。メッシュはグリッドからはみ出ない。壁とスロープは南側を正面にする。これらを守るようにしてください。ドキュメントへのリンクは概要欄をご覧ください。質問はDiscord や GitHub のディスカッションにお願いいたします。また、アートに関すること、機能に関することなどご意見も大歓迎です。次回は、ダンジョン生成に必要な生成パラメータの説明をします。いよいよダンジョンが生成されます。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。